こんにちは、東北キリタンです。今回は、孤立ポーン、バックワードポーン、ダブルポーンなどの弱いポーンについてです。タクティクス問題をやっていると、メイトの方法や、どのように細かくするかなどを学べますが、弱いポーンがゲームにどのような影響を与えるかは、戦略の方で学ぶ必要があります。弱いポーンがゲームに与える影響としては、弱いポーンは狙われやすくなる。弱いポーンは守りづらい。弱いポーンを狙われ、ポーンを失う。ポーンを失い、一つのポーン差が勝敗に影響する。弱いポーンがキング周辺にできると、キングの安全性に問題が生じる。エンドゲームに弱いポーンが残れば、不利を招きやすい、など、たくさんありますが、要は、弱いポーンができると不利を招くことが多いため、弱いポーンができることに注意しましょう、ということです。はじめは、弱いポーンの種類を知り、それぞれどのような影響があるのか知れば十分だと思います。この局面の D4 ポーンのように、両隣のファイルに自分側のポーンがないポーンのことを孤立ポーンと言います。孤立ポーンは他のポーンで守ることができない弱さがあります。孤立ポーンはピースで守る必要があるため、孤立ポーンを守っているピースの動きを制限させることにもなります。D ファイルはハーフオープンファイルとなっているため、ルーク D8 などとされると D4 ポーンにプレッシャーがかかります。ただ、この局面のように D ファイルにある孤立ポーンは、スペースを得たり、C5 と E5 のマスを支配していたり、ピースの可動性を高めたりするため、長所もあります。一般的には、孤立ポーンは弱いため、孤立ポーンができることを避けられるならば、避けた方が良いでしょう。局面次第ではありますが、相手に孤立ポーンを作らせ、その孤立ポーンに攻撃を加えていくのは、一つの戦略です。すぐに攻撃できなくても、エンドゲームに孤立ポーンが残れば、相手にとって一つの弱点となるでしょう。孤立ポーンでは、もう一つ覚えておきたいことがあります。それは、孤立ポーンの一つ前のマスは弱い、ということです。孤立ポーンの一つ前のマスを、ポーンで支配することができないため、相手は、そのマスにピースを配置して活用することができます。相手に孤立ポーンができたとき、孤立ポーンの一つ前のマスに、ピースを配置して活用することを考えてみてください。両隣ファイルのポーンより後方にあり、ポーンで守れなくなったポーンのことを、バックワードポーンと言います。D4 ポーンがバックワードポーンです。ポーンで守ることができないため、相手から狙われやすくなります。この局面のように、D ファイルがハーフオープンファイルになっていると、ルーク D8 で D4 ポーンにプレッシャーがかかります。C4 にポーンがあれば、相手が D5 にピースを配置するのを妨げられますが、C4 にポーンがなければ、D5 のマスは弱くなり、相手が D5 にピースを配置して活用しやすくなります。孤立ポーンの一つ前のマスが弱かったように、バックワードポーンの一つ前のマスも弱くなりがちです。バックワードポーンもエンドゲームで弱点となることが多いです。オープニングでポーンを2マス進めれば、スペースを得られますが、むやみにポーンを2マス進めていくと、バックワードポーンができ、弱点を作ることになるため、気をつけましょう。D2 ポーンがバックワードポーンになっているのと、D3 と D4 のマスをポーンで守れなくなってます。C3 にポーンがあれば、D4 のマスを支配しているため、C4 とするよりいいです。D2 ポーンはバックワードポーンですが、D2 ポーンを D4 に進めることが可能です。一つのファイルに
自分側のポーンが2つあるのをダブルポーンと言います。この局面で4つのダブルポーンがあります。ダブルポーンができると、ポーンを進めづらくなったり、パスポーンを作りづらかったり、ポーンが狙われやすくなったりします。また、キング周辺にダブルポーンができると、キングの安全性に問題が生じます。ダブルポーンが不利を招くことは多いですが、悪いことばかりではなく、ハーフオープンファイルができて、それを活用できたり、センターの重要なマスを支配したりする場合もあります。ダブルポーンについて、この局面で見てみると、A ファイルはハーフオープンファイルになっているため、A7 ポーンを攻撃していたり、スペースを得てます。黒は、クイーンサイドに4つのポーンがありますが、D7 にポーンがある場合よりも、パスポーンを作りづらいです。キングサイドでは、F2、F3 のポーンがダブルポーンになっているだけでなく、F2、F3、H3 は、すべて孤立ポーンのため弱く、キングの安全性に問題が生じてきます。黒キング周辺にもダブルポーンができていますが、こちらは白キングより安全性は高いです。ただ、G6 ポーンがあるため、G7 ポーンを進めづらく、G7 のマスに黒キングを配置しづらくなってます。ダブルポーンも、エンドゲームで弱点となったり、パスポーンを作りづらかったり、不利を招くことが多いため、不要なダブルポーンができないよう気をつけましょう。最後に、弱いポーンについての戦略を簡単にまとめると、弱点となるため、弱いポーンができることに注意する。相手に弱いポーンができるよう仕向ける。相手に弱いポーンができたら、自分側の利点として活用する。タクティクスや他の戦略的要素もあるため、弱いポーンだけにとらわれないようにする。最初は難しく考えず、弱いポーンに気づけるようになれば十分です。以上となります。ご視聴ありがとうございました。